オニョンの神ファンサまとめ。サイン会で見せた驚異の記憶力、聴覚障害を持つファンへの配慮、立ち位置を間違えたのはファンサに夢中になりすぎて、アイドルになるために生まれたと言われるほどのオニョンは、ファンサも究極のアイドル。IVEのメンバー、オニョンはその圧倒的な美貌と完璧なスタイルだけでなく、ファンに対するサービス精神も神がかっていることで有名です。今回はそんなオニョンの神ファンサについてまとめていきたいと思います。オニョンが普段からどれほどファンのことを思っているのかよくわかるのが IVE の対面サイン会での出来事。ファンは推しのアイドルが自分のことを覚えていてくれたら、そんな期待をどこかに持ちながらも、アイドルはいつも多くのファンと接するので薄い望みだと思っている人も多いはず。しかしオニョンの驚異的な記憶力が話題になった出来事が、とあるファンがサイン会に参加した際、オニョンはそのファンの顔を見て、久しぶりですよね。違うかなと声をかけました。オニョンはファンの名前を確認すると、やっぱりそうだ、と確信。実はそのファンは以前にオンラインサイン会に参加したことがあり、なんとオニョンはその時のことを覚えていたようです。しかもそのファンは以前に会った時と髪型と髪色が変わっていたというのですが、オニョンは何か変わりましたと髪型の変化にまで気づいてくれたというのです。本人もまさかオニョンが自分のことを覚えてくれているとは思ってもいなかったそう。オニョンの天才的とも言える記憶力にファンたちも驚愕。初めての対面でそんなこと言われたらもう一生オニョンについていくしかないです。さらにそのファンはIVEの公演のために初めて海外に旅行に来たとのことで、そのことをオニョンに感謝すると、オニョンは人生で初めてのことに関わることができてとても嬉しいです。これからも楽しくて面白いことを一緒に体験しましょうと返しました。オニョンがいかに一人一人のファンを大切にしているかが伝わってきますね。オニョンの人間性の素晴らしさと優しさが伺えたのが関西で行われたサイン会でのこと。聴覚障害を持つファンに対するオニョンの対応が素晴らしいと話題になりました。そのファンははじめオニョンの名前しか聞き取れず、自分が聴覚障害者であることを告げると、オニョンは「ごめんなさい、どうすれば会話ができますか?」と手でハートを作ってくれました。その後はオニョンはゆっくりと話してくれたため、ファンも理解することができたそうです。さらにサインの時間が終了した際、オニョンは自らスタッフと交渉し、時間の延長をしてくれました。本来は25秒のサイン時間でしたが、1分以上に延長してもらってゆっくりと話すことができたそうです。ファンは、オニョンのおかげで素敵な一日を過ごすことができましたと感謝しました。実はオニョン、同じく聴覚障害を持つ別のファンにも思いやりのある対応をしていたそうです。そのファンによると、聴覚障害者であることに気づいたオニョンが、愛していますと手話をしてくれたというのです。オニョンの優しさとファンに対する思いやりがあふれる素晴らしいエピソードは、ファンたちに感動を与えました。SNS では、心ない取り上げ方も多くて辛いことも多いだろうけど、そういう中でもプロ意識や優しい心を持ち続けられるのってほんとすごい。無敵のアイドルすぎる。普通手話なんてそんなすぐできない。普段からいかに努力してファン思いかがわかる。人柄まで天使すぎる。まさに完璧で究極のアイドル。続いてIVEが韓国の音楽授賞式、ミュージックアワード2022に出演した際のワンシーン。とあるファンがカメラを向けていると、それに気づいた様子のオニョン。次の瞬間口元に手を当て、なんとこちらに投げキッスを披露。さらに続けてリンクまでしてくれるサービスっぷり。こんなことされたら気絶もんですわ。この動画は瞬く間にネット上で話題を呼び、186万回以上も再生されました。自分を映すカメラを見逃さないオニョン。さすがアイドルになるために生まれたとまで言われる根っからのアイドルです。女神オニョン様のエグファンサ。こんなん好きにならん方が難しい。キャーオニョンにファンサされたら尊すぎて倒れそう。続いてはファンサに夢中になるあまり、ライブ中にやらかしてしまったオニョンの可愛すぎるワンシーン。パフォーマンス中にステージの前に出てファンに手を振るオニョン。振り向いたタイミングでメンバーたちとずれていることに気づき、慌てて元の場所に戻ります。照れ笑いしながらドタバタ戻っていくのが面白くも尊い。
普段完璧すぎる姿を拝んでいるからこそのギャップ萌えですね。鬼可愛すぎるだろ、ウォニョンの笑顔で世界救えるよこれ。完璧な中にこういう一面があると余計可愛さ増す。マジ最高。ちょっとドジみたいなところも愛してます。そんなウォニョンのファンへの愛情はライブやサイン会だけでなく移動中でも変わりません。IVEがパリに訪れた際、IVEを一目見ようと空港にはファンが集まりました。空港を出て送迎車に乗り込む直前、ファンにサインを求められたウォニョンは笑顔で対応。限られた時間の中でもしっかりとファンの目を見て話す姿はまさにプロです。サインを書き終えたウォニョンは最後にまたも投げキッスのサービス。それにしてもウォニョンの投げキッスは破壊力高すぎる。ちゃんと目見て話してくれてるの好き。こんなんやられたら惚れてまうわ。ああかわいい。ほんとかわいい。このウォニョンはマジで異次元すぎ。もう美しいの領域を超えまくってる。これされたら一生押してまうやろ。とても高3とは思えない。さて今まで数えきれないほどの神ファンさを披露してきたウォニョンですが、そんなウォニョンに対するファンたちの熱意も負けていません。過去にウォニョンの誕生日をお祝いしようと海外ファンの間で募金活動が行われたことがありました。およそ4ヶ月の間で集まった募金額はなんと驚異の4億ウォン、日本円に換算すると約4000万円になる金額です。この募金によってウォニョンは K-POP 史上最高額のプレゼントをもらったアイドルになりました。究極のアイドル、恐るべし。気になるプレゼントの中身は100万円を超える高級ブランドバッグや時計などなど、ファンたちのウォニョンに対する愛の深さが伝わってきますね。ウォニョンハイブラ似合うからお金があったらあげたくなる気持ちわかる。ウォニョンこんだけ愛されるの羨ましいけど勉強もできて多彩だから尊敬しかない。ファンからの愛も文字通り桁違いのウォニョンですが、実際にファンから受け取ったプレゼントを使っているようです。2021年12月4日、IVEとして初めてのオンラインサイン会が開催されました。そこでとある女性の顔を見たウォニョンは、どうしよう、本当に久しぶり、会いたかった、とテンション爆上がり。さらにウォニョンはファンに向かって、オンに、と呼びかけながら自分のスマホケースを見せました。実はそのスマホケースはファンが以前にプレゼントしたものだったのです。ウォニョンは、これ何ヶ月も使っている。すごく気に入ってるの、とプレゼントを大切にしていることをアピールしました。自分がプレゼントしたものを大切に使ってくれていると知ったら、そんなん嬉しすぎて一生押してまうやろ。それにプレゼントをくれたファンをしっかり把握しているのもさすが究極のアイドル。ウォニョンはその高い知名度からファンがたくさんいるのはもちろん、一方でアンチも多く、以前スペインのマドリードに滞在中に急接近してきたファンにウォニョンが驚いて避ける映像が切り抜かれ、子供へひどい対応をしたと炎上するという出来事がありました。しかし誰かが急に接近してきたら驚くのは人として自然な反射ですし、マドリードの他の映像ではウォニョンがファンに明るく手を振っているシーンも多く撮影されていました。今回取り上げてきたシーンの数々からも、ウォニョンがとてもファン思いであることが伝わってきます。惜しみないサービス精神でファンを魅了し続けるウォニョン。そんなウォニョンをこれからも推し学は愛していきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。